はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはマルシンの M1 カービン EXB2 木目調樹脂ストックをご紹介したいと思います。はい、まず購入のきっかけになりますけれども、実需の話になりますけれども、この M1 カービンはですね、アメリカ陸軍が1941年に、正式名称は USM1 カービンという名で採用して、量産された銃になります。軽くて取り扱いが容易なことから、後方支援用火器としてだけでなく、前線の下士官などでも愛用されたと言われております。使用する弾薬はですね、30カービン弾といってですね、これ M1 カービン専用の弾丸を使用していました。何度も言っていますけれども、私二次大戦の銃器は非常に好きでですね、この M1 カービン昔から興味を持っていました。すでにご存知の通りですね、コンバット、何度も言って申し訳ありませんが、そこに出てくるヘンリー少尉という方がいらっしゃるんですけど、その方が使用していたのがこの M1 カービンになります。以前ご紹介しましたトンプソンとこの M1 ガーランド、この2つがですね、ようやく揃えることができました。M1 ガーランドは揃えないのかと言われそうなんですけれども、私 M1 ガーランドについてはですね、正直あんまり今のところ興味はないんですね。どちらかといえばですね、まだコンバットの話なんで申し訳ないですが、カービーという兵士が使っていたですね、ブローニングのBAR ですね、こちらは非常に興味があります。今回ですね、CO2 の長物、あとですね、今回 EXB2 と、これエキサイトブローバック2という役なんですかね。そういったことで改良されたということもあって、今回購入いたしました。はい、手にした印象になりますけれども、やはり非常に軽いですね。今回ですね、木目調樹脂ストックというものを購入したので、それが非常に軽量化につながっているのかなというふうに思います。重量もですね 2.3 キロということで非常に軽いです。で、長さもですね意外と短くてですね、M4 と同じぐらいかなと思いますけれど、構えた感じ、非常に長いとかそういう違和感はなかったです。またですね、ストックの部分、後ほどご紹介しますけれども、非常にスリングを取り付ける部分がですね特徴的なのが印象的でした。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずフラッシュハイダーですけれども、これフラッシュハイダーはないですね。このマズルというかですね、アウターバレル直結のような感じがします。はい、フロントサイトになりますが、一応これ固定式だと思うんですけど、ただここにですね、フロントサイトスクリューがあってですね、ここを緩めて、左右にはこのちょっと若干回すことによって調整ができるようです。はい、アウターバレルのですね根元にですね、これ着剣ラグがあります。アウターバレルとですねハンドガードを固定するこのフロントバンドっていうんですかね、これはですねスチール製になります。はい、こちらチャンバーもですね金属製になります。今回のですねこの EXB2 からですねロータリーボルトというですね疑似回転閉鎖機構、これをなくしているようです。ですね、本来これが少し回ったりするんですよね。それをなくして、どちらかといえばですねブローバックスピード向上を図ったという形になります。これはですね、どちらが良かったかっていうのはですね賛否両論あるかと思います。はい、あとですねボルトストップはですね、通常のマガジンだとボルトストップはしない構造になっています。ボルトストップ可能なですねマガジンというのも別売りであるようです。手動でですねボルトストップは可能です。こう引いてですねここにボタンがあるかと思います。これをですねこの溝のところで、軽く押すとですねこんな感じで一応ボルトストップはかかります。はい、この通りですね、このピンの上下の動きがですね非常に最初渋いので、ボルトストップかけてもですねピンを上に抜かないと解除ができないような状況になっています。はい、あとですねボルトの上部というかですね、ここにですねアッパーカバーがあるんですけど、そこの
前にですねこれ刻印は一応入っています。でこの下のところにですねここに穴があるかと思うんですけど、ここでホップ調整を行うようです。はい、リアサイトはですねこのピープタイプの穴が開いてるタイプになります。でこの右側のダイヤルでですねこの左右の調整は可能になります。はい、トリガーは金属製になります。トリガーアップルはですね軽い方なんじゃないかなというふうに思います。はい、セーフティーレバーはこちらになります。こちらでですね発射可能で、この下に向けるとセーフティーにトリガーをロックしてセーフティーになります。はい、マガジンキャッチのボタンがこちらになります。右手で握ったままだとちょっと遠いかなという感じはしました。はい、このハンドガードからですねこのストックまで、はい、こちらはですね先ほど言った通り木目調樹脂になります。はい、ストックの特徴でこの大きくくくり抜かれたですねスリングオイル管設置場所があります。はい、あとバットプレートはですね金属製になります。はい、マガジンの相談数は15発になります。重量はですねボンベなしで 480g ということで、だいたい東京マリの M4 マガジンとほぼ一緒の重さかなと。なので結構ですね、本体が軽い分だけですねこのマガジンがすごく重く感じます。はい、このマガジンはですね CO2 対応なので、この下こちらからですね付属のレンジでですね CO2 のボンベをこの中にですねこれを外してこの中に入れて締め込む構造になっています。はい、全体の感想になりますけれども、打ち味はですね非常に気持ちいい感じがしました。リコイルはですね、CO2 なんでちょっと期待しましたが、そこまで強くはないです。ただですね CO2 ならではの、発射音とですね動作の速さ、これは感じることができます。重心のほとんどが私の場合この木目調樹脂なので非常に打つとですね自由全身に響く感じがします。なので逆にですね樹脂製だとですね少し心もとない感じもしました。もともとですねボルトは軽いので、リコイルは先ほど言った通り期待をしていませんでしたが、ロータリーボルトの機能をですねオミットしたりですね、作動性を重視した作りなのかなというふうに感じました。軽くてですね取り回しが良いので、初速も普通にあるので、冬場のサバイバルゲームでもですね使える銃なんじゃないかなというふうにも感じました。私は部屋打ちなので、欲を言えばですねリコイルがもう少し欲しいところではありますけれども、全体としてはね非常に満足いくものでした。別売りのパーツでですねレールを取り付けるなど可能なんですけれども、私のようにですねやはりコンバット世代としてはですね、トンプソン同様このままの形状でいきたいなと思っています。変えるとしたらですね今後ですねスリングとですねあとですね、ストックの部分にですねポーチをつけてですね、ヘンリー少尉仕様にしたいというふうに思いました。はい、この後実写シーンもございますのでよろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。